卵がある。これの硬さを調べたい。100階建てのビルがある。例えば、卵を5階から落とすと割れなかったが、6階から落とすと割れた、という場合、この卵が耐えられる最大の高さは5階、とわかる。この回数を知ることを目標とする。さて、卵が1つしかなければ、その卵を割ってしまうともう実験できないので、1階、2階、3階、と順に実験していくしかない。100階から落として割れなければ、そこで実験終了、とすると、最悪ケースでの実験回数は100回となる。では、もし同じ硬さの卵が2つあったら、つまり、1つだけなら卵を割っても実験を続けられるなら、最悪ケースでの実験回数は、最小で何回に抑えられるか。なんだ？問題文ややこしくない？まあ、否定しない。今の問題文で概ね問題ないとは思うが、万全を期すために補足しておく。まず、卵が落ちるとき、現実には、回転や風などの様々な不確定要素があって、同じ高さから落ちても割れたり割れなかったりすると思うが、それは無視して、実験結果は落とす高さのみに依存するとする。それで、6階から落として割れるなら、7階から落としても絶対に割れる？もちろん、形式的には、0以上100以下の秘密の整数 X があり、落とす回数が X 以下なら、割れない。X より大きい階から落としたら絶対割れる、か。それでその X を当てるのが目的？だな。それで、卵を2つ割っても X を当てられなかったら、世界が爆発するとして、でも実験を1回やるのに1億円かかるとしたら、確実に世界を救うには何億円いるかってこと？そうだな。最後に一応言っておくと、卵を落とす高さは、それまでの実験結果を見てから決めていい。問題文の補足は以上。じゃあ、何億円あれば世界爆発を確実に阻止できるか考えろ。よければ、画面の前のあなたも。考えるのしんどい。しょうがないな。ズバリ、実験回数を警戒までと固定したときに、ビルがどこまで高くても X を当てられるか考える。なるほど。さて、ビルのままだと X イコール0の場合がややこしいので抽象化する。こんな風に N 個のマスが縦一列に並んでいるとする。どれか1マスが当たり。実験ってのは、どれか1マスを選んで、そのマスかそれより上に当たりがあるか聞くこと、だね。目的のシナリオは N イコール101だが、これは一旦放置して、実験を警戒行えるときに、当たりマスを確実に特定できるような N の最大値を FK とする。実験3回で7マスまでは大丈夫。なら F3 は7ってことだね。さて、F3 が実際にいくつなのか考えよう。どうやって？ズバリ、最初の実験はどこでやるべきか？例えば一番上のマスはどうだ？もしイエスだったら、当たりはそこで確定だけど、ノーだときついね。もう一回ノーが出たら終わりだから、次はここしかないよね。もしここを聞いてノーなら、実験終了だが、この2つのどっちが当たりかわかんないから、世界も終了。だからここしかないね。もしノーなら、当たりはここで確定。イエスなら、また同じことを考えると、次はここしかないはず。ノーなら、ここで確定。イエスなら、次は、ない。今回は実験は3回まで。そうでした。じゃあこれ、積んでるね。1回目を一番上にしたのはまずかったようだな。ってことは、1回目はここにするのがいいかな。そうだな、そこより上は無理で、下は無駄。一般には、実験が軽快なら初手は下から軽足す1マス目にするべき。そうだね。さて、初手でイエスが返ったら、どうなるか？どうなるか？って言われても、初手がノーだと、あと1ノーでアウト、だったが、イエスだとまだ2ノー食らえるのか。ってことは、マス稽古と実験1回が減った以外は最初と同じ状態か。じゃあ、ここは何マスまであっても大丈夫だ？実験は後形引く1回できるから、FK 引く 1？ というわけで全化式が立って、チェックメイト。意外と単純だった。初期条件は F0 イコール1で、FK は1から K までのはプラス1になる。じゃあ、K が14あれば FK が101に届くから、答えは14回か。せっかくなので一般化して卵が M 個の場合を考えて、FKM を、実験警戒、卵 M 個で識別できるマスの最大数、とすると、同様の全化式が立つ。なるほど。適当に小さい範囲の値を乗せてみる。なんか見覚えある気がする。多分これ。パスカルの三角形か。実際それと全化式は同じで、初期条件だけが違う。ほんとだ。というわけで、FKM の値も二項係数の和になる。これで世界の未来は安心。ご視聴ありがとうございました。